ちゃ美味しそう。そう自分のお母さんが言うんですよ。皆さんこんにちは。実は今日6月5日はこの YouTube チャンネルを開設して12年になります。皆さん12年間ありがとうございます。ってことで本日は並んでいるんですけどもチートデイです。こちらを食べながら以前皆さんから募集した育児の質問コーナーを答えていきたいと思います。こちらの美味しそうなフードたちはロケットナウで頼みました。なんとロケットナウはサービス料や配達料がないんです。めっちゃ気軽に頼めてありがたくないですか？配達料もちりつもだからだったら頑張って作るかってなっちゃうので助かります。じゃあ早速ね食べながら質問に答えていきたいと思います。いただきます。喉乾きました。なんか全部美味しそうなんですけどアサイーボールが溶けちゃうのが気になって蜂蜜かけます。質問は今日マネージャーさんに読んでもらいます。お願いしますね。はい、お願いします。美味しそう。食べてください。家で作るより美味しい。デリバリーだから当たり前っちゃ当たり前ですけど、お店クオリティですよね。質問を読んでもらいましょうかね。かけちゃいますね。まずはじめに軽めの質問から読みますね。時期的なものなのか、来年1年生の次男くんのランドセルはどうすることにしたか、ラン活のアドバイスはあるかなど質問いただいています。どうでしょうか、ナミさん。次男くんがちょうど今年長さんですね。そろそろランドセルを買う時期かなと思うんですけど、ランドセルは結構なんか年長さんのゴールデンウィークまでに買う人が多いみたいで、もうゴールデンウィーク過ぎちゃったんですけど私は買ってなくてまだ次男の分は。で長男はこのゴールデンウィークにやっぱりすごいこう展示会とかに回ってどのランドセルがいいかってすごく調べました。軽いって言っても教科書とか入れちゃうとタブレットとか入れると重いので軽い方がいいなって思うのと、あとでも軽ければいいってもんじゃなくてそのクッション材とかによってそのどう感じるか、軽く感じるのか体の負担があるのかないのかとかもいろいろ工夫されてて、それぞれの企業さんが子供の骨格によってショルダーがストレートがいいのかウェーブがいいのかとかもいろいろあったので、本当長男の時はそういうラン活をして学べてすごく良かったんですけども、めちゃくちゃこうベストなものを選んだはずだったんですけども、それでも今でもやっぱり重いなって思うので自分が持って、なので次男はスポーツメーカーが出してるランドセルリュックみたいなものにしようかなと思ってるので、実はまだ全然決めてないです。ランドセルをなんかこう女の子は欲しい色だったりとか欲しいデザインっていうのが結構ゴールデンウィークまでに完売しちゃうことが結構あるらしくて、ゴールデンウィークまでにっていうのがあるらしいんですけど、男の子はそうでもないので、なんかゴールデンウィーク過ぎても来年になってもランドセルがなくなってしまう、買えないってことはないらしいです。なんで焦ってなくて次男くんはスポーツルックにしようかなと思ってゆっくりゆっくり考えてます。じゃあ次の質問お願いします。はい、2問目いきます。はい、長男くんは小学校に行くのに GPS をつけているかという質問が来ています。つけてないです結構つけてらっしゃる方多いですよね。実際に私も GPS つけて学校に通ってました。本当ですか？今時嘘。女の子だしね。スマホっていうか私の時はガラケーだったんですけど、ガラケーに GPS 機能がついていて、で防犯ブザー鳴らすと GPS ですぐに場所が知らせられるようなシステムで、私は学校に行ってましたね。GPS つけないのには何か理由があるんですか？やっぱり安心しているからみたいな。 GPS 買ったんですけど、私の携帯と連動できるタグを買ったんですけど、うまく連動ができなくて、私がどうしても初めは故障かなと思って一回言ったんですけど、もう一回送ってくれて、それもできなくて連動が私の問題かなと思ってそのままです。なんで結局 GPS つけたいなって心配だなって気持ちはあったんですけど、つけてないまま2年生になっちゃいましたね、お姉ちゃんは。でもなんか次男の方が危なっかしいので、なんかこう来年次男はつけたいなって気持ちも正直まだあるので、ちょっと検討するかもしれないです。おすすめあったら教えてください。ただなんか私的に月額かかるの嫌でなんかそう月額かかんないやつがいいなと思ってそういうタグ系にしたんですけど、どうしようかなって感じですね。じゃあ皆さんのアドバイスお待ちしていますということで、お願いしますね。韓国料理はチュクミ、タコとカルビ、チーズトッピングしました。海苔をかけていただきます。
すごいですよね。うん韓国料理も食べれるし、ベトナム料理も頼めるし、それこそアサイとかのデザートも種類がたくさんありましたし、美味しい。はいとご飯が。はい、じゃあ3つ目の質問読みます。共働きで全然料理する時間がない、どうしてますかという質問と、あと手抜きしたい時のメニューを教えてくださいなど、ご飯に関する質問が来ています。ナミさんはどうされてますかね。手抜きしたい時のメニューを聞いてきてくれるくらいだから、よほどなんか日頃から頑張られてるんだなって思いますね。私も全然手抜きだらけです。普段はスーパーで結構週末まとめ買いとかこう動画でもやってると思うんですけど、まとめ買いして冷凍してたりとかするんですけど、でもそれこそこの宅配サービスに頼ってよしだと思います。なんか日々のことだから配達料やサービス料がかかっちゃうと考えちゃうけど、なしですから。はい。しかも新規会員登録時にクーポンパッケージが提供されます。雨や雪などの悪天候時にも配達料サービス料が無料で、アプリ内の注文状況画面でライダーの現在位置をリアルタイムで確認することができるんです。他のデリバリープラットフォームの場合、雨が降ったら配達費が高く上がったり、配達が不可能な時があるらしいから嬉しいです。そういう時こそ使いたいですもんね。そうですね。外に出たくないから。っていうか、ここのハンバーガーとか家で頼んでも店頭価格と同じですね。同じなんですよね。ね、いただきます。美味しそう。変わらぬこの味です。おいしい。家で手軽にこの味食べられるの嬉しい。同じ値段で。本当ですね。子供喜びそうだし。そうですね。しかもそうですよね。スマホで自分の食べたいものを選べるので、で親も配達料とか手数料考えないでいいよって言えるので、ちょっと心の余裕になりそうですよね。いや全然なります。ベトナム料理の焼き鳥。じゃあ次の質問ですね。はい、お願いします。いきます。続いての質問です。学校から帰ってきた後のルーティンを知りたいですとのことです。習い事に行ってたりとか、学童に行ってたりとか、なんかその日のスケジュールによって違うんですけど、だいたい4時から6時ぐらいの間に帰ってきて、で帰ったらまずうちはもうすぐお風呂。どんなものを触ってるか分かんないし、分かんないけどそんなことないと思うけど、なんかこういろんな人と接してるとも思うし、帰ってきたらまず1回お風呂入ってから上がってきて宿題で、その間にこう私もご飯作ってるんで、ご飯ができたらご飯、宿題もご飯も明日の準備も歯磨きも仕上げ歯磨きも全部終えたら自由時間なんですよ。なんで自由時間を持つためにそこまで結構頑張るっていうか、なんかどうやって宿題させてますかとかも多分あったと思うんですけど、なんかこうだからその全部やることやって歯磨きまでもう寝るよっていうところまで終えたら、うちは自分の好きな時間を過ごせるっていうのは YouTube を見れるとかそういうことなんですけど、ゲームはね平日はやってないんですけど YouTube を見ることができるので、もうそこまではもうルーティーンですね本当に。でどんだけ自分が YouTube 見る時間を確保できるか、8時半には YouTube も切り上げて、みんなで寝る準備をして、最後ピアノの練習をして9時には就寝。そこもピアノの練習を早く終えれば絵本を読む時間があったりトランプを一緒にする時間があるよって感じででスムーズにピアノを終えればそういう時間も取って9時に就寝っていう感じですね。もうルーティンになってるから、なんかそれが当たり前だから今日は宿題やりたくないとか、今日はこうだ今日はああだっていうのはあんまりないかも。なんかもうそれが習慣みたいな感じ。自分のご褒美を自分で獲得できるシステムなんですね。自分が頑張ればご褒美の時間が増えるよっていう、やれって言われてやるのってちょっと難しかったりするので、自分が楽しむためだったらスムーズにできることも最初の習慣作りにはいいかもしれないですね。もしかしたら女の子のお子さんをお持ちの方からですかね。男の子の育児についてナミさんが思うことって何かありますかっていうことで質問いただいております。男の子のお母さんなんじゃないですか多分。男の子のお母さんな気がします私。確かに自分のお子さんと比べてナミさんの育児どういうことを気をつけてるかとか聞きたいってことですかね。男の子は体力あって大変な部分もあるけどやっぱり素直だし可愛いです。男の子ってっていうところが聞きたいのかなって思うんですけど、なんて言うんだろう、もう私たち母親は女で子供が男だからなんかこう理解できないことが結構あってあるんですよだから多分男の子のお母さんなのかなと思ったんですけど、なんか私はもう違う生物だと思ってます。同じ人間なんですけど、もう男と女で違う生物だと思ってて、ウサギと猫ぐらい違うような生物だと思ってて、自分とは違う生物なんだって思って接すると
心に余裕ができるというか、なんでって思うわけですよ、女からしたら。なんかそれが子供であろうが大人であろうが、こう男の人の考え方とか行動に対してなんでって多分性別的にというか生物的に思ってしまうところって絶対あって、それを考えるとなんでって自分目線で考えてしまうとどんどんしんどくなっていくし、なんでっていうストレスが溜まってしまうと思うから、もう違う生物やと思って接すると自分が楽になるかなって思います。なんか例えば男と女でこんなにも違うんだってことを受け入れていれば、なんでこの子はとかそういう感情が湧いてこないので、自分が楽になるかなっていう方法。多分ママさんの中ではすごい共感してる人がいると思うんですけど、私は多分弟しか見てないんで、だから男の子はこういうものだって丸ごと受け入れること、そうすると多分気持ちが母親の気持ちが全然違うんですよ。でも逆にあれですか、男の子の子供の動きを見て、なんか自分と違うな、ちっちゃい頃こういう発想はなかったけど、例えば電車の名前を覚えるのがすごい早かったりとか、バス見て大興奮してたりとか、なんかそういうワクワクみたいなところは女の子とは違う目線で男の子を発見するのかなとも思ったりしてます。そうですね。なんか自分が今まで、私特に姉妹なんで、自分が知らない遊びや見たことない景色を見せてくれるっていう部分もやっぱ男の子ママにとっては魅力なのかなと思いますね。パパとママだったらやっぱり男の子ってママのこと大好きみたいなイメージがあるんですけど、やっぱりパパよりもママに相談したりとか、何でしょうか、甘えてくるタイミングが多かったりとかはあるんですか？でもうちはパパも大好きなんで、なんかパパがどんだけそれは育児に関わってるかなと思ってて。なるほど。うちはパパも大好きですね。Vlog 動画とか見るとそうですよね、男の子3人で遊びに行ってるシーンとかあったりしますもんね。そうですね、遊び方がやっぱ違うから。はい、じゃあ続いて6問目ですね。お子さんが女の子だったらしたかったことっていう質問が来ております。なんか今でこそなんか SNS がすごい発達して皆さんすごいなって思っちゃうんですけど、なんか昔はなんかすごい自分は器用だって思ってたんで、なんか思ってたというか好きだったんですよ。なんでこう友達の髪型をやってあげたりメイクやってあげたりとかすごいしてたんですよ。なんでそうだからなんかこうそれで友達から結構女の子が生まれそうだねってすごい言われてたりして、なんでこう女の子が生まれてたらやっぱり髪の毛やってあげたりとかメイクやってあげたりとか。それこそ韓国で一緒にショッピングしたりとかも、ショッピング全然興味ないんでそういうことがしたかったかな。7問目ですね。息子さんが他の子に比べて言葉の発達が遅くて、トイトレもなかなか進まなくて不安がつきませんという相談が来ています。すごくわかります、不安が尽きない気持ち。不安も心配も尽きないし、うちも今も次男が結構滑舌悪かったりするので、なんかYouTube のコメントでも心配されたりとか、義理の母からもちょっと心配されたりとかするんですけど、でもなんか私はあんまり考えないようにしてて、なんかこう健康診断や歯科検診とかで引っかかってれば心配なんですけど、引っかかってないですし、こう今の喋り方が可愛いから、なんかこうもはやこの喋り方じゃなくなっちゃうのが寂しいっていう気持ちの方が大きくって、いつか多分できるようになるから、トイトレもいろんなことがいつかできるようになっちゃうから、なんかあんまり深く人の子と比べてなんか落ち込む必要はないのかなって。起きてもないことをこうすごい悩んじゃうとなんか引き寄せてしまうような気もするし、なんかこう私はそこまで深く考えないようにしてますかね。マイナスに考えすぎないってことですよね。そうですね、でもすごく気持ちはわかります。長男の時とかも特に初めてのことだからいろいろ心配したし、いずれこうそういう専門的なところで、滑舌がっていうお話を言われた時に悩もうと思ってるんで、今はもう今が一番可愛くてそれをかみしめてってるんですね、私は。でもなんかこうトイトレで私が良かったなって思うのは、これから夏なんでちょうど、おむつなし育児、家汚れちゃうかもしれないんですけど、もう本当におむつつけずにパンツつけずに、パンツつけてるとこうおむつだと思ってしちゃったりするので、パンツもなしおむつもなしで過ごさせるのは私は良かったんじゃないかなって思ってますね。これから夏なんで、冬は寒くてかわいそうなんですけど、これから夏なんでそれが結構自分的には効果的でした、ね。こういう具体的なアドバイスがいいのかな、こう心の不安なのかっていうのもあるじゃないですか。そうですね、言葉の発達で言うとお前も喋るんかいって感じです私弟がすごい滑舌がずっと悪くて、小学校今も悪いですけど私、小学校3年生ぐらいまで作業が言えなかったんですよ。2年生ぐらい、小学校2年生ぐらいですかね、さしすせそうが言えなくて、全部立ち位置テトになっちゃってるみたいなのがあって、
なんかそういう時にこう発音の学校じゃないですけど、それこそ学童みたいなところで発音も教えてくれるみたいなところに一時期通ってて、今は全然もう普通にっていうとあれですけど、気にならずに、あいうえおから全部言えるようにもなりました。本当に気づいたらって感じだったので、ナミさんおっしゃる通り、もう今の可愛い滑舌は本当あと 1,2 年しか見れないんだろうなって思うと、不安に思いすぎず、そうですね。本当に不安だったらそういう相談できるところは絶対にあるので、なんかそういうところ頼ったりだとか、もうめちゃくちゃ本当に喋れないぐらい悪いってなると、もう多分健康診断っていうか引っかかってるんですよね。もうお友達でもいたんですけど、もうとか東京都の健康診断で引っかかっていて、で、そういうところを紹介してもらってトレーニングみたいなのをしてて、なんで本当にトレーニングしなきゃいけないなっていうレベルだったらもう引っかかってるんですよね。なんで引っかかってないってことは大丈夫だと思ってそう過ごしてます。基準がいろいろあるので、なんか自分の物差しとやっぱりこの世間的な物差しといろいろあると思うので、なんかそこはそうですね、自己判断しすぎるのもあれですけど、あまり不安に思いすぎるのも、それこそさっきの話じゃないですけど、自分のメンタルケアのためにもちょっと余裕を持った方が良かったりするのかもしれないですね。そう結構私自分のメンタル目線で話してるかもしれないです。お母さんたちがなんかこうそうですね、思い詰めないようにっていうか、なんかやっぱそっち目線での回答になってるかもしれないんですけど、いくつか多分ね質問あった中でピックしている感じなので、そうですね、もうこちらも皆さんが気になるかなっていうものを独断で勝手にピックアップしちゃってるので、チョイスしてまとめましたよね。なんか一つの質問とかだとなんかいっぱい答えられないから、そうですね、多い質問をまるっと。はい、じゃあ次の質問に行きます。8問目です。ナミさんってイライラしますかとか、あとは怒りますかなどの質問も多かったです。お子さんに対してイライラするときはどうしてますか？イライラしますよ兄弟喧嘩とかでしちゃうかも。なんかその対1だとイライラしなくていいところも、兄弟喧嘩とかになっちゃうともちろんイライラすることはあるんですけど、なんかこう自分の修行だと思ってますなんか、目の前で行われている兄弟喧嘩もナミさんへの試練だと思って、本当になんかこう自分も修行だと思ってますね。いい意味で諦めてるというか、いい意味で諦めるっていうのはこう丸ごと認めること、なんか丸ごと本人を認めてあげること。わかります？もっとああしてほしい、こうしてほしいとか、今だったら静かにしてほしいとかなんかわからないですけど、いろんな自分ごとが混ざってイライラするわけじゃないですか。だからこう丸ごと認めてあげること、自分にとっても修行や試練だったりでもあるんですけど、彼らにとってもそれがこう認めてあげるっていうとすごくしんどいかもしれないから、丸ごと諦めることっていうとこう、それを丸ごと諦めるとこう自分も楽になるし、なんでこうしてくれないのっていうイライラがなくなって楽になるし、彼らのことも丸ごと認めてあげたことになるので、難しいですけど修行だと思ってあとはこうイラッとした時とかも何が起きてもこう何でもないことだと思うこと、なんか明日には忘れてるんですよ、その出来事って。なんか明日にはなんで昨日あんな怒っちゃったんだっけみたいな、自分が子供に怒ってしまったことだけが残って、でもなんであんなに怒ったみたいな風になってしまうので、結果自分も後悔するので、何でもないことだと思って諦める。もっと大きく言えばこう生きていれば大丈夫みたいな生きてるから大丈夫、生きていさえすればなんとかなるみたいな感じの考えとかマインドを持つ。イライラするけどもそういう考えを頭に起こして修行するというかでも修行するって言われたらすごいお母さんが辛くなっちゃうのは困るから、なんかもっと簡単に言うとだから諦めること。なんでそんなことでみたいなのはどうしても思っちゃうと思うんですけど。いや思っちゃうと思います。もうめちゃくちゃわかりますよ。だってうち男兄弟ですからめちゃくちゃわかりますよ。だから共感しかないんですけど、その共感しかない中でどうイライラしないためにっていうところだとしたら、やっぱりそういう考えかなって私は思うんですよね。なんだろう、こうしてほしいっていうのがあるからイライラするわけで、だからこうなんかこう一番の願いはもう叶ってるって思うこと。なんか多分昔の質問コーナーでも言ったんですけど、初めはこう元気に生まれてきてくれさえすればよかったのに、今は元気で生まれてきてるのにもっとこうしてほしい、こんなことしないでほしい、こう今までは元気で生まれてきてくれればよかったっていうくくりだったのが、こういう子になってほしいっていう親の希望とかも入ってきてイライラしちゃうわけじゃないですか。なんでこう極論もうここで元気でいる、元気で生まれてきていてくれてるからもうよしとする
っていう自分の心の持ちようっていうか、心のゆとりっていうか、そういう修行というかでも本当に心からそれはそう思ってて、だからそこを自分でも思い返すように、いいですね。そうしてたりとか。でもそれでもやっぱり怒っちゃう時はあります。イライラしてて言いたくない言葉言っちゃったりとか、親もあります。お母さんも絶対あるし、その時とかに備えてって言ったら変なんですけど、できる限り毎日大好きって伝えるようにしてます、子供に。でなんか昔もなんか質問コーナーでこれ言ったんですけど、その時はなんかお風呂で毎日大好きだよって、別に何もないのに大好きだよって伝えるようにしてるんだよねっていう話を多分どっかでしたんですけど、今は早くもう一緒にお風呂入らなくなって、なんか長男が1年生になったタイミングで、なんとなく私も一緒にお風呂入らなくなったんで、それでなんか次男とだけ入るのもなと思って、次男ともなんとなく入らなくなっちゃったりとかして、兄弟で入ってもらってたりとかしてて、今なんかあんまり一緒にお風呂入らなくなったので、寝る前に言うようにしてます。なんかこう何かあって大好きじゃなくて、普通に寝る前に大好きだよみたいな感じで言うことで、嫌いで怒ってるんじゃないよって、大好きだから怒ってしまうこともあるんだよってことを、伝えるのもいいと思うし、なんかそれが伝わるように、怒ってしまっても寂しい思いとかしないようにじゃないけど、そういうところのケアも大事なのかなって思っていて、なんで今だったら寝る前に大好きだよっていうのは伝えるようにしてますね。いいですね。お互い忘れないでいられますよね、その気持ちを。もう9問目ですね。はい、そうなんですよ。残り2問ですね。はい。続いて9問目の質問です。はい。お子さんが反抗期を迎えられたらどうしますかと質問をいただいております。特に男の子だからそういう質問来るんでしょうね。そうですね。でも絶対に来るものですもんね。ちっちゃい間も今の間も全然なんかまだ2年生でもママ大好きだし、だけどこの2年生になるまでの過程でやっぱちっちゃいプチ反抗期みたいなのもあったし、でもそういうことを言ってるんじゃなくて、多分18歳ぐらいの本当の思春期の話ですよね、きっと。そうですね。でもそれも修行だと思うしかないんだと思ってて、今のところね。迎えてないから分かんないんですけど、多分男2人だからうちが、だから兄弟ママとかからそういう質問が来るのかなと思ったりとかしてて、なんか SNS でとある男の人が言ってたんですけど、なんかこう反抗期で反抗してる側も本当は言いたくないのに言っちゃう、なんかこうだからこうママに暴言を吐いた後涙が出るらしいんですよ。そう子供も言いたくないけどホルモンのバランスでなんか言ってしまって、でお母さんにこんなこと言ってしまったって、なんかこの話したらすぐ泣きそうになるんですけど、でもなんかその感情ってすごい分かるなと思って、なんか女性もこう月経前とかにイライラしてどうしようもない感情とかあったりするじゃないですか、その言いたくないこと言っちゃった、本当は感謝してるのにみたいな、なんか男もその思春期の時にどうしようもないコントロールできないその感情があって吐いてしまって反抗しながら泣いてるって言ってて、なんかそれ聞いてその気持ちすごいわかるし、今から心構えしてるし、しかもその時って自分も多分更年期に差し掛かって、なんかこう自分もどうしようもない感情を抱えてると思うんですよね。なんで自分も言いたくないこと口走っちゃわないようにしなきゃなとかも思うし、だからその話を聞いたから、なんか何言われても傷つかないように今から心構えをしておいて修行だなって、それもやっぱり思ってますお互い本心で思ってることかどうか、ホルモンバランスによって言っちゃってることかどうかっていうのは、多分落ち着いて考えたら分かるだろうし、だからその時に悲観的にならないようにしたいなと思ってます。せっかく育てたのにとか、なんかあんな子だったのにこんなに優しかったのに、なんかママ好きだったのにってこう悲観的にならないようにしたいなって思ってます。もう今から結構ドライにじゃないけど、今から修行だと思ってなんかこう心構えしておきたいって感じですかね。はい、もう最後の質問ですか？はい、次で最後です。はい、結構あっという間でしたね。最後の質問です。はい。今までの話総じてになるんですかね。育児で意識していること、心得など、ナミさんの意見を聞きたいですという質問をいただいております。はい。結構涙ながらに喋ってましたね。ハートフルな質問コーナーです。育児とかだとね、難しいですよね。やっぱお子さん2人育ててるナミさんでもこれだけ悩むってことは、お子さん控えてる視聴者さんだったりとか、それこそ生まれたばかりのお子さんをお持ちの視聴者さんとかは、なんかナミさんの意見とか参考にしたいっていう方はたくさんいると思うので、ぜひ心得を。心得めっちゃむずい。自分が母親から言われた言葉があって、なんかまた泣きそうなんですよ、言ったら喋ったら。そう私のお母さんがね、泣きそうになる。冷静してこっちも泣きそうになってきましたなんかこう自分の人生の中でなんか後にも先にもあんたを育
育ててる時毎日一緒に入れた時間が一番なんか幸せやったってそう自分のお母さんが言うんですよ。なんでなんかこうティッシュをはい崩れたくないそれを常にこう思ってます。なんていうか今私が子供と接してるこの時間が人生で一番幸せな時間やって20年後に思い返すねんでって思ってます。わかりますか？また意味わかんないこと言ってる。いやそうすごい伝わると思います。そうまた変なこと言ってるかもしれないですけど、自分がこう20年後から今タイムスリップしてきてる時間だと思うことです、なんかこうそうすると今の時間がすごい愛おしいし大事だし、だから一日一日大切にしたいっていうのをそもそも結構ストーリーとかで毎日発信してるんですけど、もう戻りたくても戻れない時間になるので、結構 YouTube やってると YouTube のコメント欄とかでもなんか懐かしいとか、なんかあの頃に戻りたいけどもみんな巣立っていっちゃったとか、そういうコメントを先輩のママたちからももらうんですけど、常にそういうコメント見ながらなんか多分20年後一番今子供と一緒にいる毎日一緒にいる時間を私も自分の母親みたいに人生で一番楽しかった時間って思うんだろうなって思って、今一緒にいる時間を大切にしようって思えることで子供にも優しくできたり、それで子供にいい影響を与えられたり、多分全てに対してつながってくると思うんですよ、そこが。なんで一言で言うと、人生で今一番戻りたかった時間になるであろうと思って、そう思って常に毎日を大事にして過ごしている。ふとこの育児に対しての心得って言った今のことを念頭に入れとくだけでもイライラしてる気持ちがどこかちょっとスッと収まるかもしれない、はい、そんな感じで久しぶりの質問コーナーいかがでしたでしょうか。締めましたけどいきなり閉まったかわからないですけども、はい、まだね食べてる途中ではありますけども、皆さんはどんなお店で注文してみたいかコメント欄で教えてください。はい、コメント待ってます。今後注文したいお店でまだロケットナウ対象加盟店でない場合、加盟店の営業をしてくれるそうですよ。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント待ってますまた次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。